はい、こんにちは。今回は旧高野団の中では最も寡黙なキャラクター、ピピンについて考察していきます。なんせ寡黙すぎて情報が少ないため、ちゃんと考察できるかどうか書き始めてみたものの、とても不安です。それでは行ってみましょう。ピピンもまた旧高野団千人長の一人。ガッツと比べても見劣りしないくらいの大柄で筋骨隆々。初期の頃から先に鉄球のついたハンマーが彼の武器です。どういった隊を任されていたかの明確な記述はありませんが、その体育とパワフルな戦いぶりから重装騎兵系ではないかと予想しています。また顔の作りからモンゴロイド系の人種ではないかと考察しています。モンゴル相撲とかやってそうじゃないですか、ピピンって。あの衣装とか絶対似合いますよね。そんなパワー系の彼は高野団に入る前は鉱山で働いていました。その経験からか人に比べて警戒心が高く、どんな環境の変化にも真っ先に気がつく。その見た目に反してかなり感覚的に敏感な性質を持っています。ミッドランド軍が高野団を吸収する時も、グリフィス奪還の際のバーキュラカの粉塵爆破攻撃の際も、真っ先に気づいたのはピピンで周囲に警戒を促しています。団の中でも有力な一人でありながら最も口数が少なく、しかし団全体や周辺の環境に常に気を配っている危機管理担当のような役割を担っている人物と言えます。ピピンといえばガッツに高野団で初めて酒を飲ませた人物でもあります。高野団の初陣でガッツはしんがりという大事な役割を務め上げますが、その後皆の輪に加わらず塔の上で一人佇むガッツを無理やり担ぎ上げ、彼が団員たちと打ち解けていく最初のきっかけを作っています。この時ガッツに顔面に肘鉄を食らいながらも全く意に介さず酒を飲ませるピピン。いいキャラですよね。クレヨンしんちゃんの坊ちゃんになんかキャラが被ってる感じがするのは僕だけでしょうか。ガッツが高野団に戻ってきた後、頼もしい奴が戻ってきたと言いたそうなピピンの顔が本当に嬉しそうで、あまり感情を表に出さないピピンだからこそ、このシーンはとても魅力的ですよね。高野団の主要メンバーたちは三浦先生の高校時代の友人関係をベースにキャラクター設定されているということですが、本当に一人一人のキャラクターの描写が丁寧で、そして本当にバランスがいいですよね。天才的なカリスマで皆を引っ張るグリフィス、純粋すぎる荒くれ者で超人的に強いガッツ、グリフィスに信仰に近い感情を持ちながら女だてらの剣の使い手であるキャスカ、小器用に立ち回る頭脳明晰な柔道、可愛らしい見た目でも天才的なものづくりの腕を持つリッケルト、嫌われ者ながら確信をついた一言で彼なりの生き方を崩さないコルカス、パワフルな見た目とは裏腹に常に周囲に敏感に気を配っているピピン。この一人一人が関わり合って織りなしていくストーリーが最後にあんな残酷な事態を迎えてしまう悲惨さ。光がまばゆければまばゆいほど直後に来る絶対的な闇の絶望が引き立ってしまいますね。まさに暗黒時代。ショックの後一人一人の顔を思い浮かべながら野山を洞刻し駆け回るガッツのシーンは本当に痛々しくて胸に迫ります。この時の背景が本当に綺麗なんですよね。絶望的な悲しみのシーンに美しい背景を合わせてくる三浦先生のセンスが素晴らしいですよね。美しければ美しいほど悲しみが深くなります。先ほどピピンがモンゴロイド系ではないかという考察をしましたが、ミッドランド周辺の民族構成ってどうなってるんだろうという疑問が湧きました。ベルセルクの世界観的にミッドランド、チューダーなど法王朝強権に関しては中世ヨーロッパをモデルにしていると考えられますが、ガッツが高野団に入った当初、黒人の団員にも声をかけられていますから、人種的にはかなりミックスされた状態だったのではないかと考察しています。リッケルトやジュドーはゲルマン系がモデルだろうと予想できますが、キャスカの容姿は完全に白人系ではないですし、クシャン人の方がむしろ近い印象です。ガッツの人種は何かよくわかりませんが。この状態に至る理由として考えられるのが、過去にガイゼリックが大陸全体を席巻する帝国を作り上げたというところで、その時にチンギス・ハンの打ち立てたモンゴル帝国のように
あらゆる人種の行動範囲が広がり、行商のような形で様々な人種の移動があったのではないかと考えています。以前ボイドの過去について考察した動画でも言及したように、フシャン人の移動もあったことでしょう。しかしミッドランド帝国は賢者の起こした職によって一夜にして崩壊してしまった。これによって旧ミッドランド帝国圏で起こることとして予想できるのが小国家の乱立、そして続発する戦乱ではないでしょうか。賢者イコールボイドとした場合、旧ミッドランド滅亡がグリフィス転生の864年前となりますが、その時点から100年前までの歴史の説明は僕の知る限り作品中には出てきませんので、ここは完全に妄想の域は出ませんが、過去の現実の歴史から顧みるに、強大な権力が突然その力を失ってしまった場合、世界はかなりの無秩序な状態が引き起こされたのではないかと予想できます。旧帝国圏のありとあらゆる場所で力を持っている者が互いにその力を争い合い、領土を広げるために戦争と略奪を繰り返したことでしょう。チューダーとミッドランドが100年間戦争を続けているというのがこのベルセルク世界の最初の説明ですが、それ以前も戦乱は各地で連続しており、100年前の段階では小国が徐々に統合されていき、大国同士の大きな戦争が100年続いているという考察がしっくりくるかなと思っています。その小国同士の戦乱が続いている間、その刹那的などこに危険が潜んでいるかわからない不安な時代に勢力を持ったのが一神教と思われる法王朝の信仰だったと思われます。不安な時代に光明を見出すために人々は見えざる神の力にすがったことでしょう。多くの人間の信仰を集められるようになった宗教は徐々に政治的な力も持つようになり、国家は一つの宗教と協力関係を築くことで人民の支配をより円滑にできるようになります。そのようにして法王朝の宗教もどんどんその勢力を拡大していったことでしょう。そういえば法王朝の信者たちの姿勢を見るに、人種差別的な描写は全くないことに気づきます。邪教徒に対する苛烈な弾圧の描写はありますが、人種の差に関してはこだわりがないように見えます。キャスカが弾圧されそうになったことも魔女のように思われるような力を発揮したことが原因であり、人種の差によるところではありません。フシャン人に対する明らかな敵対意識があることは伺えますが、それは法王朝の信仰から外れている民族であることと、ガニシカによる非道な侵略行為に端を発するものでしょう。以上のことからベルセルクの世界観の中では人種の違いなどに関しては割合寛容であったのではないかと想像できます。ということでピピンの考察をしながら最終的に民族の話になってしまいました。この辺の話はちょっと面白そうなのでまた深掘りしていこうと思います。しかしピピンが蜀で犠牲になるシーンは本当に目が当てられないというか、キャスカだけは守ろうと必死に戦ったピピンが最後ガッツの前で真っ二つにされるシーンは絶望以外の何物でもありません。ああしんど、今見ても鬱になりそう。三浦先生も蜀を描いた後は精神的にかなり追い詰められたということですが、いやそうでしょうよ。読んでる側が布団に顔を突っ伏して動けなくなるほどでしたからね。作ってる側はどれほどの負担があったことか。だからこそこれだけの傑作なんでしょうけどね。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。